足らずです。今日はね、俺のアリスト、古臭いマルチをね、やめたいなと思って、でね、プロジェクトとして、その辺一新しようと思って、社外ナビになっちゃうけどね、そのプロジェクトの一個としてドラレコね、まずつけようと思って買ったんだよね。まずドラレコからだね。これ未来一体型ね、オークションで買ったんだけどね、これミラー外してつけようと思ったんだけど、これカメラにかぶるじゃんってなってさバンドでつけるタイプだよね。これでもこれバンドでつけてもダサいなと思って、加工しようと思って。加工いるよねこれね。純正っぽくしたいんですよね。やっぱりつけた感っていうのがすごい嫌いなんで、目標は純正っぽく、最悪純正オプションっぽくって感じにしようかなと思って、ちょっとねチャレンジしてみます。純正のミラーね、そのままミラーのこのなんていうんだ、周りだけ使いたかったんで、このねミラー鏡外しちゃいます。俺のはこれ自動防減じゃないんでね、簡単に外れると思ったら全然外れなかったですこれみんなやるとき気をつけてくださいね。なかなか外れないでね、もう割るような勢いでやりました。もう割れてもいいやと思って、どうせ使んねえからと思ってねやったらね、ポコって取れました。これ結構鏡ってね熱いんだね。すごい熱い鏡だった。これ見て、ほら 7,8 ミリ厚さあったかな。なかなか割れるもんじゃねえなこれな。こうやってねぐるっと一周させるとねポコって取れます。ほら取れたね。すごい熱いのこうなってんだと思って。でね、このカバーだけ使いたいんですよね。でそのままこうね純正っぽくつけたかったんで、このカバーを加工していこうと思うんですけどね、どうしようか悩んでます。でね、このねドラレコ前と後ろのカメラもついてたんですけど、すごいんだよね。今こうなってんのと思って、なんかねネットとか使えんの、何それと思って、すげえよね今、すごいな。でこの裏側はねどうやらこれヒートシンクになってんだね。なので密着させるのも嫌だなと思ったんで、その辺も考慮しつつ加工していきます。なんだけどね、また忘れました。すいませんいつも忘れんな。あそこ横っちょちょっと切りました。両脇だね、両サイド切って、でねぴったりフィット目指したいんでね、ちょっとこのドラレコミラーのドラレコのこのデコボコに合わせてまたこう波型にカット入れます。そうするとフィットするかなと思って、切り込みだね、こう切り込み入れるとこね、ここにねちょっと切り込み入れて、ほらそうするとステーのところ切りすぎたけどね、ステーのところぴったりフィットするんで、あと真ん中のとこだね、配線が来る出っ張り、そこにもちょっとカット入れます。これね、これもカットしていきます。でカットするとね、ほらぴったりフィット、いいな、これ超いいなと思って、なんか純正にね近づいてきました。ぴったりフィットでいいな。で上側やったんでね、次は下側だね。でも思ったけどこんなとこまで見えるかなと思ってと思いながらやってます。実際見えねえよね、ミラーの上だよ。いいか。で下はね一列こっそり切りました。一列っていうか横にね、何センチぐらいだ、1センチもいってねえな、5ミリ6ミリぐらいね切っちゃいました。ち
ちょっと薄くしたかったんでね。で、下のところ、ここもね、ステーの切り込みを入れてあげます。下はそこしかなかったな。で、このね、なんだこれ、こういうやつあるじゃん。ガチャンってやつ。これもね、いらねえと思って。これのミラーって自動防御なのかな。まあいいか。と思ってさ、そのバコンってやつもね、切っちゃいました。また取ってないですけど、すいません。でね、生地貼ります。スプレーボンド、あさっての方向に飛んできましたけど、あれ、先っぽに乾いたのくっついててさ、すげえ方向に飛んでった。ちょっとね、乾いたボンド取ってあげましょう。あそこの付け根も全部外してます。それで生地貼りました。付け根もね、ちょっと取りづらいですけど、どうにかこうにか外せますんでね。外して生地貼った方がいいかな。で、生地もね、ヨッピーが使った余った黒のアルカンターラだね。粘着タイプなんですけど、母材にもね、一応ボンド貼っときます。そこ熱がね、やっぱり太陽光が当たるので、熱が発生しやすいかなと思って、なのでね、剥がれ防止のために、一応ボンド貼っときました。塗っときました。でね、返しのところもね、きっちりボンドを貼ってください。で、裏側がね、ヒートシンクになってるんで、ちょうどこう、隙間が空くように作ったんですよね。あそこを密着させるよりちょっとね、隙間開けて、ヒートシンクに熱逃がしてあげようと思って。なのでね、ちょうど良かったです。こういう感じでね、裏側が開くようにして作ってあげました。でね、きっちり巻いてください。あそこ剥がれそうですからね。これだね、この状態。で、真ん中は付け根だね。車両につくところ。ここもね、ほら、見て。ぴったりフィット。黒の生地貼るとね、やっぱ目立たなくていいね。なかなか純正に近づいてきたかな。でね、これバンドで巻くタイプのね、ドラレコなんだよね。だからこのステーがね、バンドのステーがあるんでね、そこも加工しんとな、と思ってます。そうそう。ヒートシンクね、あるからね。さっきも言いましたけど。今のすごいね。で、根元もつけてね。根元も塗りゃよかったなと思って。いいかと思って。これはこれでいいか。でね、ドラレコとミラーのカバーどうやってつけようかね。悩んでます。悩みました。悩んだ結果、ピストルなんだけどね、結局。そう、ここにね、ステーに穴開けちゃいます。でね、そこにビスで留めちゃおうと思って。それ一番早いでしょ。その方法だね。バンドを使いたくなかったんで、あれなんかつけた感があるじゃないですか。なんでね、ちょっと嫌だったんで。で、下はね、このステーが見えないように、こう内側で留めるっていう感じかな。ステーを内側に巻き込んで、それで留めてあげるっていう方式を取りました。下の方がね、見えるんでね。そう、ほら。そうするとステーが見えなくなってね、いいかなと思って、下は巻いてあげる感じですね。ちょっとね、ビスってでけえよね。いいかと思ってね。で、上はね、もうステーのこのバンドを留める部分っていうのかな。このなんていうの U 字になってるところ、引っ掛ける部分、これをね、切っちゃいました。これでも絶対バンドは使えないね。後戻りできないです。切っちゃったね。切ってここもこれであれだよね、ビスで止めるしかねえと思って、それしかなかったんだよね。それしか考えられなかった。でね、ここもね、ここはまかないで
ここを巻けばよかったかな、下側にすればよかったかなってちょっと悩んでるというか後悔してます。いいやと思って。でね、上はねこう上からこうビスでね留めてあげました。なんでもビスだな結局。それしか思いつかんもんな。でね、まあビスで留めたんだけど、ちょっとなんだろうな、やっぱりステーがちょっとね反射してね、ほらなんか嫌な感じ、気に食わんすよ。まあこれ上だから見えないんだけどね、まあ、100% 見えないんだけどね、この時点で見えるからね気になってんですよね。だからねここにもね生地巻きました。ステーにも生地巻いた。これ絶対見えないんだけどね。この時点で見えるから気になってやっちゃったんだよな。つけた時見えなかったもん。まあいいか。でね、綺麗に巻けました。無駄に綺麗に巻けました。見えねえのにね。で、あとね、下はちょっと巻いてるので、巻いてるっていうか、ステーを巻き込んだ形になってるので、しかも隙間があるでしょ。なんでね、ちょっとね、弱いなと思って、ボンドで補強します。まあ、いつものエポキシだね。エポキシのこれは固まるやつ。硬化タイプってやつだね。それでちょっと、ここをね、補強します。まあ、補強ってほど補強でもないんだけどね。要は土台を作ってあげる感じかな。そう、ここにまあ巻いてるので、ここに土台をつけて、ちょっとここをね頑丈にしようと思って。上はまあ密着で止まってるんで、カバーとね、なんつうんだ、密着して止まってるから、ある程度のね、強度は出るんですけど、下がね、ちょっと不安があったんで、ここでまあボンドで台座を作ってあげるイメージでね。で、ボンドを使って、またその上からビスで固定して、で、固まるの待とうと思って。そうそう。これでね、固めちゃいます。まあ、この時ね、やっぱりエポキシ固まるのが遅いんで、ものすごい垂れてきます。なのでね、マスキングしときました。まあこれ何回も拭いたな。そう、土台作ってるのにこれ流れちゃったかなと思って、まあいいか。でね、一晩寝かします。そうするとね、もうね取れませんね。もうこれぶっ壊れたらどうしようと思ってミラー買わんきゃダメだな。でね、もうがっちり固定になりました。いいね、一体感出たね。純正っぽくなってきたかな。そう、純正っぽくなってきた。でね、ついでにここ配線がねいっぱい出ることに気づいたんですよ。配線出せなと思って、これカバーね、ミラー切った余りでね、ちょっとカバー作ってみました。まあどうやって止めるかまだわかんないけど、ここはねちょっとね隙間空きます。開くっていうかね、ヒートシンクのところだね。で、上側はねぴっちりなんだけどね、上側開ければよかったと思って。そうそう、ここ動くのをさ、今気づいた。最初に気づかなかった。これ動くんだね。動くからこうね、ミラーとこうバンドで止めれんだと思って、今気づいたよ。まあいいか。でね、まあ見えないけど、ここまで来たらビスにもね生地貼ります。見えないけどね、もうここまで来たのに徹底的にやってやろうと思って、ビスにも生地貼りました。4箇所全部。まあアルカンターラなんでね、生地貼っちゃうとね本当に目立たなくなります。本当に純正っぽくなるんでね。ビスって結構やっぱ光るじゃないですか、光沢があるというか。
なんでね、こういうことをやるとね、結構こうきっちりこの一体感がね出るのでね、ほら下に1箇所と上もね、実はアルカンターラ貼っちゃいました。でね、車両につけていきましょう。ここはもうね、ポコッとつけるだけです。ポコッとつけるだけ。何の説明もいらないな。ポコッとつけるだけ。つけた感じ見てください。やっぱり一体感出てね、バンドで留めてるよりいいなと思って。って言ってもバンドで留めたって裏側から見ない限りわかんないけどねやった意味あるかなと思って、すげえ微妙だな。だって外側からしか見えないんだもんね。思ったけど、そう、外側から見ればね、やっぱいい感じです。いい感じってでも見えねえけどね。ちょっとやったけど見えねえじゃんと思って、ほらこう一体感まで出てるんですけどね、見えねえじゃんと思ってバンドで止めてもよかったじゃんと思ってっていう感じでね、本日はここまでになります取り付けですけど、配線とかね、ナビの取り付けと一緒にやりました。なのでね、その映像だとかはナビつけた時ですね、一緒に動画上げます。でね、ナビ、取り付けなんですけどね、ちょっとね、いろいろ変わったことではないですけど、ものすごいね、配線を丁寧にやってみましたっていうね、予告ですけど、皆さんこうナビつける人いると思うんですけどね、ナビってものすごい配線じゃないあれをね、ちょっと丁寧にやったらどうなんだろうっていうことでね、1週間ぐらいかけてねやったんですよ。このミラーもね含めて1週間なんですけど、ちょっとねその動画次あげますんでね、楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。